皆さんこんにちは、新崎優太です。B の後、B ダッシュとしますか、今は。その B ダッシュパートは、ダメダメ待て待てのやつですね。ビート聞いてみましょう。かっこいい。やってることはでも意外とシンプルというか、ドンズドンズドンドンズドンズドンっていうフレーズのイメージが作業する前からあって、どういう音でやろうかなみたいなのは結構いろいろ試行錯誤したんですけど、この上のところに和太鼓みたいなの良さそうって書いててこれちょっとおもろいね。やってることはシンプルで、クラップとキックとハット。リズムはそんな感じで、あとはライザーとかその前のこのみたいなのとかみたいなこう上がっていく、これ好きなライザーがあるんですよ。これにワイドナーかけて使ってますね。ってやってて、だから鍵盤楽器とかあんま入ってないっすね。これなんだろう。またやってるわ。みたいなループのやつに。すごいことやってんね。これってかコード的に大丈夫かでちょっと待って。おもろいな。マイナーセブンスのキーにしてあるんやわ。上のドド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 は。で、多分ユニゾンやとただ単にしつこいだけやから、このコードにしてるわ。ルートとマイナーセブンス。だからね、すごいおもろい和音になるようにしてる。でも個人的にこのセブンスの動きってやっぱすごいファンキーに聞こえるんで、ちょっとファンキーにしたかったんだろうね。いや、おもろいね。ここオクターブにしないの深いな。で、ギター。これ2種類重なってて、1個は B 一発だね。これのアクセント版も入れてるわ。これを LR で振ってワイドにしてありますね。でもマジそれだけだな。ジョン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 ってやってるだけ。このニュアンスいいね。ちょっとこう揺らしてんだね。ウィンウィンウィンって。これ大事だな。ジョワン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 ってこう。これめっちゃいいな。で、アーメンブレイク入ると。いや、こんなん盛り上がるわな。サビ前のこの B ダッシュのパートはやっぱ歌がね、どっちかというとおもろいことをいっぱいやってて、ビートは割と控えめにしてあるっていう印象がありますね。で、サビ聞いてみましょうか。で、ちなみにサビはスネアの音色違います。これすごいなんかこう元気なドラムジャングルって感じの音色になってますね、スネアが。だいぶ雰囲気変わった。で、それにブレイクビーツが重なっており、しかもスネアのタイミングでタンバリンが鳴ってます。で、タンバリンのシェイカーも入ってるわ。いいね。タンバリン多分これちょっとタイトにしてないわ。こういう音色だったわ。ね、めっちゃいいね、このノリ。そう、てか、この曲作るときに、俺がめちゃくちゃ気をつけたことが、まず大きいとこで言うと、こう、ロックにしたくなかった。売れてる曲とか、すごい聴かれてる曲、特にそのアニメソングの楽曲って、すごいロックの曲多いよなと思ってて、俺もすごいロック好きやし、もちろんめっちゃ自分のルーツなんですけど、もろに。けど、自分のその音楽の DTM とか、楽曲制作っていう部分でいくと、やっぱそのダンスミュージックで、そういうロックらしいとか勢いのある感じとかって出せるんちゃうかなみたいな、それにすごいチャレンジしたかったっていうのもあるし、アイナにとってもアイナのその時出てた楽曲意外とその打ち込みっぽい曲なくて、バンドアレンジにすぐやっていけるようなアレンジがすごい多かったし、その中でもっと打ち込みのアイナ・ジ・エンド
見たいなみたいな。打ち込みだけどすごいそのパワフルな歌が映える音楽ってやっぱすごい世の中にいっぱいあるし、なんかそれがすごい一つジャングルなんじゃないかなっていうのがあって、こういうアレンジにしたっていうのがあるんですよ。で、さらに、でもこの曲って多分みんなクラブで聴くわけじゃないじゃん。多分 YouTube とか携帯とか聴いてもイヤホンじゃない。そういうので聴くと思ったんで、ローエンドってそんないらないんじゃねこの曲っていうのがあったんで、この曲結構キックタイトなんですよ。このキックのこれ見るとわかるんですけど、キックのここもめっちゃ削ってあって、実際この書き出されてる波形とかで見たらほんま結構短い。でもなんかそれがあるおかげでやっぱ歌が主体になったアレンジになったし、ローエンドにねエネルギーを吸われなくていいんで音圧めっちゃ稼げるんですよ。なんかある意味そういうポップスらしいアレンジっていうのを自分の中でダンスミュージックっていう文脈と混ぜ合わせてアイナのエネルギーみたいなのをうまく表現できないかなみたいなっていう狙いがあったって感じですね。でやっぱりそのアイナ自身ももともと俺はビッシュの時からめっちゃ見てたし、ビッシュの前から知り合いなんで、パンクバンド的なサウンドにアイナの声が乗ってるっていうものとは違うものを提案したかったっていう、それがすごくうまくできてる楽曲やなっていうのがありますね。で今ドラムだけを聴いててもやっぱすごいタイト。正直ドラムンとかジャングルっていうだけで言ったらもっとブーミーでもいいんですけど、ローエンドが出ててなんか意外とその辺はちゃんと丁寧に作ってますね。サビめっちゃシンプルなんですよこの曲で。今のドラムに打ち込んだ鍵盤が入ってるだけで、打ち込んだ鍵盤もまた LA2A やってばおもろいな。 LA2A じゃなくていいんですけどね。本当は全然ディストレッサーとかでいいと思いますよ。コンプのねに OTT で EQ8 でさっきのマグマの歪みでホールリバーブかけてるっすね。鍵盤はほんまシンプルやね。それになんか重なってる。あーこれだ。 DX のアルペジオがあるんですけど、プリセットにそれにオーバードライブかけてちょっとこうクレイジーなアルペジオフレーズを作ってますね。多分鍵盤だけだったらその生っぽすぎたんだろうな。なるほどね。でこれはこれはあれだ、白頭のじゃーん、さっきのスタブだね、ストリングスの。同じタイミングでいろいろやってるわ。オクターブか。これで打ち込みでストリングスのスタブみたいにしてますね。シンセのベースコードでコードのオクターブ上で重ねてるんやわ。結構なエネルギーあるねこれだけで。この時とかマジで体感だけでピアノのフレーズ作ってるね。でもそれがなぜかこう鳥肌立つサビになってるっていう。この曲のサビすごい鳥肌立つなと思うんですよね。であとベースがあって、うわベースクレイジーだね。こんなことやってんねや。おもろいな。普通の音じゃないもんね。ベースハーモニックサブの方でサブベースつけてて、サブベースにローカットした俺が大好きなジャクソンっていうプリセットがあるんですよ。セラムにもともと入ってるやつ。これはスプライスとかじゃなくてこれ重ねてんねや。これはかっこいいわ。うわダンスミュージックやね。結構そのポップスのしっかりコード進行があるサビで音数もまあ多少増えて、で歌もすごい伸びやかに歌いますみたいな感じになってるパートで、ベースが丸っこいとかなり印象が薄くなるんですよ、曲のトラックの。でやっぱそこってドラムとベースの印象、粒の立ち方とかそういうので結構勝負が決まるみたいなところが DTM だとすごいあるんで、結構そこへのこだわり感じるね。あとギターが重なってます。これまあ伸び伸びでも伸び伸びでもないな。意外と意外と切るとこ切って弾いてんだね。あんまりこう伸び伸びやりすぎないようにやってますね。この時俺しかもアンプとか持ってないからギターリグでチューブスクリーマーの歪みのやつにトゥアングリバーブみたいな感じですね。今やったらこれ普通にしっかりしたアンプで撮りたいね。てかそういえばこれコード進行が若干おもろくて C メジャーセブンス B オルタードと E マイナーセブンス G7 アドナインスかな、アドナインスイレブンスでまた戻ってきてっ
ってなるじゃないですか。次行った時に一発目のコード進行を繰り返してもいいのに、こっちに行かずにこの A7 に行くことによって次ありますよみたいな感じをすごい出してますね、これで。ただ同じ動きを繰り返さずにそのままって感じで決めっぽく終わってますね。でその後サビのお尻でめっちゃ変なことしてて、実はもうなんかとにかく変なことしたかったんでしょうね俺。このパッパッパッの音あるじゃないですか。普通に行くんやったらジャンラ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 ダダダンなんですよ。ダダダンにしてわざと3連にしてるんですよね。そのリズムの取り方することでこうなんかこうみたいないい違和感みたいなのをちょっと作りたかったんですよ。それ結構こだわりポイント。何かフレーズがあって普通に弾いてんねんけど、なんかそのワンツースリーフォーワンツースリーフォーのリズムの途中にいきなりこう違う拍子の音が入るみたいなの俺すごい好きで、そういう遊びみたいなのをやってみてるって感じですね。で感想はピッチドロップでなんかやってますね今。ジョンジョンジョジョキョジョンジョンジョジョキョで、ここはベースだけかな。バースと同じベースで多分みたいな。ベース開いていってるね徐々に。地味にめっちゃチェーン多いな。これはパンチ&シーク A メロのベースと同じ音色でやってますね。場面転換が多いじゃないですかこういう曲って。前後のアレンジの中で全く違う楽器構成、楽器の音色、コード進行みたいなのが前後に存在するとただ単に違うアレンジをくっつけただけになる。でもそうじゃなくてあくまで綺麗にトランジションしたい。ただ2つの要素がバッバッってあるんじゃなくて、こうちょっとこういい感じにこう重なっていってほしいじゃないですか。でそれを俺やるときに次のパートで出てくる音色で1個前に演奏を入れるっていうのが俺やっぱ好きなんですよ。予感させる。でその予感させると次になんかこういう音色で来るんだろうなってやっぱ人間思うと思うんで、そういう意味で言うと今のここね、そうルリ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 はここと同じ音色を使ってたりしてて、で実はさっき話さなかったんですけど B メロから B ダッシュ R&B のパートからダンダンダメダメダンドゥドゥナネナネのとこはサビで出てくるやつを一回使ってるっすね。ここでワンワンワンみたいな、これだ。そうこれ入れることでなんか場面変わりますよみたいな感じを演出してますね。あとめっちゃ簡単なパターンで言うとこの辺とかウィンドチャイム、こういうのをちょっと前の拍とかに入れてあげるだけでなんかつながりますよね。だから楽器じゃなくてもこういうのちょっと入れるだけでも大きな変化がある前はだいぶいいかも。つながる印象があるし、なんか俺はそこがつながる音楽がすごい好きだなって感じですね。で、2番やってることほぼ全体的に一緒で違う部分だけ解説すると A メロはハーフになってますね。基本一緒で A メロの前半だけハーフ。これループなんですね、一発。奇跡的に B とかで使ってるドラムとちょっと音色が似てるんですよ。ハットの音色の感じとか。それがあって、これこのまま使おうってなったんやろね。で、この後のパートは一緒っすね。で、2サビ後にオチがあるんですよ。でこれまたむずいっすよね。その3連でダッダッダッって終わった後にいきなりビートがないオチから始まるから、これマジアイナにとってめちゃくちゃ無茶ぶりポイントなんですけど、しかもこれ拍頭ずれてんすよ。3連のテンポのまま次の頭の拍に行ってるから、ここから拍の頭ここになってる。これだ。だからずれてんすよ。拍の頭ずれてる。入るむずいよこれは。でこのなぜかいい感じにつながって聞こえるっていうのはやっぱここのスクラッチだね。いいね。これはもういろんなオーディオサンプルを駆使してこういうね、これとこれを混ぜて
いわゆるただのくる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 じゃない方が合うなっていうのは俺覚えてるわ。最初そういうただシンプルなキュル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 にしてたんですけど、 DJ っぽすぎてそういうわけではないんやけど、ピッチをこうギューンって落としたようなエフェクトを使ってトランジションできないかなっていうのはだいぶ試行錯誤ポイントっすね。あとはこれだ。俺ちょっとお気に入りの声ネタあったわ。 B メロで出てくるこのこれは声ネタの一部を多分どっかから持ってきて歪ませて空間系マシマシにしてるっていうだけなんですけど、それをここでもやってるね。広がり欲しかったんだろうね。結構これ俺やりますわ。白のドア玉とかその直前にめっちゃ空間乗ってる声ネタとかで、ただ何かが空間っぽくなってるんじゃなくて声ネタとかでそれをやってあげるっていう、他の曲とかでもやってるかも俺。でここはアルペジオなんすけど、多分アルペジオのニュアンスとかタイム感を変えたくてフリーズして書き出してますね。一回バウンスしてるわ。そのままファイルではないね。だから音色何使ってるかちょっとわからんねんけど。でアルペジオがあって、でまたB に戻ってくる。でラスサビ前は歌詞が「怖くたってうなるぜ」なんでないんすよね。ここが完全にブレイクになってる。ジャンこのジャッこれめっちゃ大事やね。でもこれこだわったポイントなんですけど、ギターだけジャッってこう吐く頭で甘えちゃってもいいかなで、その「な」っていう時にトラックが最初なかったんですよ。ギターが入ってなかったのこのってでもなんかおった方がいいなってなっちゃって、その方が逆にブレイク感出るなってなったんですよ。だからここの箇所だけベースもなんかダマになってる。なんかこれもう鍵盤をただ両手でバッてこう押さえたんですけど、でこれなんかベースをバッてやるだけだとなんかベースっぽすぎたんですよ。だからその当時の俺は複数の音を一気にこうジョンってやるっていう方法で独自のニュアンスを出してサバイブしてますねここは。いやおもろいね。結構変なこといっぱいしてるわ。で終わり方あるじゃんここ。なんでこれ1のメジャーのね一発だけやねんっていう。もう G 一発で終わってるじゃないですか。こういう曲ってアウトロが割としっかりあったり、サビとかこの曲の顔になるようなフレーズをもうちょっとだけ匂わせて終わるとか、結構俺的にはそういうのやるし、やってる曲も多いやろうなと思ったんですけど、この曲ってこの情報量の多さがあるから、こんだけ展開あって歌もいろんなニュアンスとかいろんな顔つきのフレーズがあって、声色もアイナが出せるいろんなキャラクターをこう随所に盛り込んでるから、これでアウトロになんかあったら逆に情報型やなと思って、多分アウトロいろいろ小手先でやるよりシンプルにジャーンって終わった方がなんかすごいみたいなこう読後感っていうか、聞き終わった後の純粋にいいものを聞いたなみたいな気持ちを聞く人に残せるんちゃうかなっていうのがあって、これはねだいぶ悩んだね。どういうのがいいんかなみたいなすごいいっぱい試したと思う。フェードアウトパターンもやったし、アウトロで決めるパターンとかねやったんですけど、なんか結構お腹いっぱいやなってなっちゃって、最終的にこう潔いじゃーんで終わるっていう、だいぶいい判断やったと思う。はいっていう感じですね。ざっくり見てきましたけど、今振り返って見てみるとものすごい気合とこだわりと、でも荒さを感じるプロジェクトファイルだなと。でも頭の中で鳴ってる音を再現してやるぞみたいな気概が、作ってた当時めちゃくちゃあったし、そこに対するいい意味での執着みたいなものがやっぱ大事だよねっていうのをすごいこれを見てると感じれるし、あとこの曲のめっちゃいいなと思うところで言うと、やっぱその情報量のバランスがいいっていうか、何を聞かせたいかがすごいはっきりしてる。ダンダダンっていうビッグネームな作品の自分もすごいファンだし原作読んでたんで、そういう作品のオープニングってなった時に多分今までアイナのこと知らない人もめっちゃ聞くだろうし、でそういう人たちがどういうデバイスでどういう印象を持って聞くんかなみたいなことを受け手のことを考えながら作った楽曲だったんですよ。中に入ってる一つ一つの要素はもう自分がもう脳の中で頭の中でイメージしたものを全部注ぎ込むっていう感じで入れてはいるんだけど、さらにその後のステップでちゃんと整頓されてる。
ドラムもいい意味でタイトですっきりしてて、やっぱり歌が一番手前に来るようなアレンジにサウンドメイクになってるし、展開とかもいっぱいめちゃくちゃあるような感じがするんやけど、すごい一個一個はまとまってるからメッシーな印象にはならない。プロジェクトファイルをいざがっつり開いて見てみると、その時の自分の必死さとかいろいろ試行錯誤してるところってすごい見れるんですけど、でも一個一個のパートは音数が少なくてすごく洗練されてるから、自分があの時やりたかったことがちゃんと表現されてるっていうのをすごい感じる。めっちゃ名曲やと思う、これは。頑張ってやったんやなっていうのがこう感じ取れますね。はい。ということで、アイナ・ジ・エンド革命道中ブレイクダウンやってきました。この楽曲ね、やっぱり僕だけの力じゃなくて、本当にアイナと2人でめっちゃ丁寧に作った共作なんですよ。この僕ん家にね、アイナに来てもらって、どういうイメージを持ったとか、どういう形で何を表現したいかとか、そういうディスカッションをすごくしたし、それを結構繰り返す中で、じゃあもっとこういうものにしたいよね、じゃあもっとこういう音入れれるよねとか、お互いに提案し合いながら作っていった楽曲で、なんかある意味自分の仕事の仕方とかの基準になる楽曲だし、自分たちがもうそもそも生み出したいものがあるし、そのダンダダンっていう今回はこのタイアップっていうテーマがあって、そのテーマと自分がやりたいものをどうやって結びつけるかみたいなことをすごくできた楽曲だなと思ってます。だからサウンド面とかね、そういうところのこだわりで好きなのはもちろんあるし、自分がやった仕事としてもすごい誇らしいというかね、いい仕事をできたんだなっていうのがあります。これからもたくさん革命道中聞いてください。で、皆さんのプロジェクトファイルに対する質問とかもね、ぜひコメント欄とかに書いていただけたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。新崎浦でした。バイバイ。